皆さんこんにちは、サマです。今日もポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストシリーズは前回で10回終えましたので、また次は、もっと違う形で日本語学習、言語学習の動画を作りたいなと思っています。はい。なのでアドバイスみたいな、リクエストがあったらぜひコメントで教えてください。はい。で、今日は日本語の慣用句についてお話をしたいと思います。はい。で、この慣用句についてポッドキャストで話そうって思って、で、いろんな話すことを考えてたんですけど、話すだけで言葉の種類というか言葉の意味とかを伝えるって難しいなって思ったんです。はい。よく日本語を教える時みたいに黒板があってこう書いて、ここがこうでこう矢印こうかかってとかペンでね書きながら説明するスタイルの方が教えやすいんですよね。はい。YouTube でどんな感じでやろうかなって、やれるかなって思ってます。はい。ちょっと今日は私のチャレンジということもあり、慣用句についておしゃべりだけでお話していきましょう。はい。まず慣用句ですね。どこから話しましょう。日本語のその2つの語があって、その2つの語がくっつくときに意味ができますよね。で、それを普通の句として句って呼ぶんですけど、例えば水を飲むとか歌を歌うっていう普通の句がありますよね。で、その一方で慣用句とか連語っていうのは2つの句のうち意味がちゃんとあるもの、意味不明の単語が来ることもあるんですけど、プラスもう一つ意味を持つ単語が来る時に、その句全体として意味が分かるようになるとか、そのままの意味は持たないから慣用句としての意味を知っておくとか、はい、そういう単語です単語というか句ですね。はい、句の意味です。はい。まず導入の部分からなんだか説明が難しいなと思ってるんですが、はい、例えばっていう形でお話ししていきましょう。はい。で、まずの例の1として、約束を破るです。はい。約束っていう単語、まず意味はありますよね。破るっていう単語も意味はあります。はい。で、よく破るの方で使うのは、紙をビリビリって破くとか破るって言いますよね。はい。で、そうした時に約束っていうものをビリビリって破るってちょっとおかしな表現ですよね。はい。意味は通らないんです、それでは。はい。ただし慣用句としては約束を破るっていう意味で約束を果たさない、果たせない、果たさなかったっていうことになります。はい。こういうのを連語って言いますね。で、約束を破るの他にも、例えば
風邪をひく、風邪を持つとは言わないですね。風邪になるっていう表現も三角ですかね、微妙はい、風邪をひくっていうのが正しいです。あとは予定を立てる、はい、予定と立つっていうそのものの単語の意味はあって、予定が立つってそのもの自体には意味がってなるんですけど、連語としてはメイクアプランになります。はい、はい、こういうのを連語と言いますね。例2ですが、腹を立てるです。はい、腹って漢字でお腹って書きます。で、立てるは普通の立つの立つですね。で、腹が立つっていうそのもの自体の意味は意味が不明な単語じゃないですか。お腹が立つってどういう意味ってなるはずなので、はい、どちらの単語もそれぞれの意味はあるけれど、つなげた時に意味不明に見える。ただし慣用句としては腹が立つっていうのはこう怒っているとか怒りを感じるっていう意味になります。はい、はい、この時にですね、腹が立つって漢字で腹って書くんですけど、お腹が立つっていう言い換えはできないです。はい、慣用句なので、その単語腹が立つで覚えておきましょうね、なんで言い換えできないんでしょうって思いますよね。はい、慣用句とはそういうものだと一旦覚えておきましょう。はい、で次の例ですね。例の4つ目かな。はい、あっけに取られるです。で、あっけってひらがなで書くんですけど、そのもの自体に意味はないです。はい、意味不明語ですね。で、取られるっていうのは取られるっていう単語で意味があります。で、その意味不明な言葉と取るっていう単語がつながった時にあっけに取られるっていう表現になりまして、でその意味がこうポカーンとするとか、開いた口が塞がらないっていうんですけどこれも慣用句ですね。はい、ってなっちゃうっていうあっけに取られるです。はい、こんな風にね、単語の意味があるもの、意味がないものプラスもう一個単語、だいたい意味があるものですかねがつながって慣用句だったり連語になって、意味が通るっていうものがあります。で、サクサクいきますね例の5番、はい、5個目なんですが、足を洗うです。はい、もしね日本語を勉強している子は足を洗うって普通のことじゃんって今思いますよね。はい、足を洗うっていうのは、例えば土とかを裸足で踏んで水でこうきれいにシャーって洗うっていうそのものの意味もあります。で、足を洗うっていう慣用句としては好ましくない仕事だったり習慣、から抜け出す、その習慣をやめるっていう意味になります。はい、足を洗う行為自体そのものとその慣用句で言われている意味自体で似てますよね。はい、
似てるというか隠喩です。はい、足を洗ってきれいにするよって、例えば悪いことをしたことがある人とかね、はい、もうその世界からは足を洗ったんだよとか、アニメとか漫画ではあるんじゃないでしょうか。はい、はい、でそういう表現があります。で足を洗うとかの他には、頭を抱える、って、はい、頭を抱えるっていう表現はもうこういうとか、はい、悩ましい時にやりますよね。はい、でそのものの意味です。はい、悩ましいって意味ですね。なんかこう困ったことを、困るようなことを言われて頭を抱えてしまったんだよって言えば、もうめちゃめちゃ困りましたっていう意味ですね。はい、そうなんです。慣用句でもその行為そのもの自体と意味がこうニアリーイコールになってるっていうことがあります。で今話したようなアクション行動に基づいて慣用句があるならば、その反対もあります。はい、危ない橋を渡る、はい、危ない橋を渡ろうとしているっていうのは、危険なことを行うっていう意味ですね。はい、実際には危ない橋は渡らないんですよ。はい、行為じゃないですよね。はい、渡らないけれど渡りそうだっていう意味で、危ない方向に向かいそうだっていう慣用表現でございます。はい、で例の6 ちょっとこういう時にポッドキャストだとこう数を数えるのがね、難しいんですけど、はい、で多分6個目例6なんですけど、手を焼くっていう表現があります。はい、手を焼くっていう表現で、そのもの自体は全く意味がわからないですよね。はい、手を焼くっていう表現で、手こずるとか処理に困るとか、手を焼いちゃってさーっていうのはなかなかできなくてさーっていう意味ですね。はい、手がかかるっていうのはまた別の表現で、またその表現というかこう手とか目とかいろんな体の部位に関してだったり、よく慣用句になりやすい単語っていうのはいくつかあるので、また別の機会にお話ししましょう。はい、手がかかるっていうのは面倒が大変だって意味ですね。子供とか手がかかってるっていう感じです。はい、手がかかってる子ほど可愛いとか言いますよね。はい。髪の毛とか私そうですね。なんか跳ねやすい髪の毛がこう跳ねやすくて手がかかるんですよ。お世話に。そう手がかかるものほど可愛いというか、こう髪の毛をこう手入れしていくうちに心が惹かれるじゃないですけど、髪の毛に手がかかるから髪の毛が可愛いっていう表現はちょっと微妙な表現かもしれないですね。なんか皆さんも何か手がかかるものあったら、それは可愛いというか大事にしたいなとか手入れしなきゃなっていう気持ちになりますよね。はい、手がかかるっていう意味です。はい、であとはもうサクサク例え話を進めてるんですが、
まあ一旦そんな感じですかね。はい。手以外にも鼻が高いとか、鼻が高いっていうのは鼻そのものが高いというよりはちょっと誇らしいなっていう気持ちになることですね。では今日はサクサクと日本語の意味がわからないような単語が並んだ人もいらっしゃるかもしれませんが、慣用句についてお話ししました。まだ、日本語の N3 あたりだと漢字が出てきて、でその慣用句は多分問題集とかのコラムというか右下とかにちょっと書いてあるくらいだと思いますね。はい、回答詞、答えの冊子、答えの方の本に 2,3 行コメントで、この漢字はこういう慣用句がありますよってちょっと書いてあるかもしれないです。はいなんかね、日常生活の中で慣用句って気づくかな。日本人だからね、なかなか気づきにくいんですけど、これ慣用句だなとか頭の中で認識してその意味を考えるっていう時間がないぐらいに染み込んでるんですよね、体にはい、なんか油を売ってんだよみたいな、はい、そういう意味かって2秒ぐらいですかね。はい、慣用句はそのぐらい自然な表現というか、なんかなんでもない時に慣用句って私の中からも出てるのかなと思います。はい、その慣用句にね初めて出会う時はどういう意味だってなるかと思いますので、なんか辞書とか Google とかで調べてみて、はい一個一個勉強していってみてください。で今日はポッドキャストなのでちょっとこの辺で終わりにします。もうちょっと長い動画を撮ろうと思ってるんですけど、ちょっとまだ考えてます何を話そうかなとか、あとはメンバーシップももうそろそろ考え始めようかなと思います。何がいいでしょうね、いろいろ楽しくなってきましたね。このチャンネルも皆さんのおかげでどんどん成長していってるので、もっと日本語のコミュニティを広げていければと思います。はい、では今日も聞いてくださってありがとうございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。